おや、健介くんも来たのかい？そうだよ、恋もいるよ。ちょっと、ひふみちゃん。何ですか、健介様。その意味深な物言いは。そんなの決まっているだろう。聞くだけ野暮だよ、恋。健介くんのことだ。声だけでも存在を感じれば気になるに決まっているさ。だよね。褒めても何も出ないけれど。そうだ、健介くん、そこに境の壁があるだろう。多分宿の風呂番が使うのだと思うけれど、戸口がないかい？おいでよ。その様子だとそちらもどうせ健介くんだけなんだろう。壁越しで話すのも味気ないし、たまには裸の付き合いと行こうじゃないか。ひふみちゃん、よくないです。やれやれ。たまには恋もその体がどれだけ豊満でいやらしいか健介くんに知らしめておかないと他の奥方に取られてしまうよ。別に私はそういうんじゃ。健介くんも気になるだろう。いつもの格好からもよくわかるだろうけどなかなかすごいよ、恋は。すごくなんかないです。ああ、女の私でも思わず見とれてしまうくらいだ特にこの抱きしめたら折れそうな背中からつながるお尻の曲線は。そんなことありません。なんだい、恋はその綺麗な瞳で健介くんのあらわな姿をとっくに確かめているんだろう。自分だけ楽しむのは不公平だと思わないかい？してませんってば、健介様。健介くんまで恥ずかしがることはないだろう。どれだけその体を皆の前にさらしてきたんだい？だから見てません。見てないんです。だったら健介くんの入浴姿を見ているのは君だけか。君もこそこそせずに降りておいでよ。チュー。そのご主人様、これはですね。風呂はご主人様が一番無防備になる場所ですし、守り袋がなくては口伝無料も届きませんし、お守りする都合上ですね。ですから自分もよこしまな心があったわけでは決してなくて。嫁子なんだから別にあってもいいだろうに。恥ずかしがることなんかないよ。ですが。
こまで心配なら一緒に入ればいいのに。もうそんな、みんながみんなひふみちゃんみたいな性格じゃないんだよ。そんな恐れ多い。それにそれではご主人様をお守りできませんし。そう言いながらもその瞳はしっかりと健介くんの一物に注がれているのであった。楽しい風呂だったね、健介くん。全然落ち着かなかったわよ。いえ、別に健介様のせいでは。おや、彼女は？一緒に入ってきてもよかったのに。男と女が風呂上がりにすると言ったら決まっているだろう。ひふみちゃんと言いたいが、そろそろ恋で遊ぶのも飽きてきたし、もう少し真面目な話をしようじゃないか。まあ健介くんが望むならどこの中でしても構わない話だけれど。ひふみちゃん。どこで他の嫁子の話というのも落ち着かない気がするけれどね。まあいいや。で、どう見る？君は。もちろん。でも北条に先入観のない君の話だからこそ意味があるのさ。はい、こちらに。だろうね。もともと北条と武田、今川、長尾は武蔵や上野、東駿河をめぐって争いを続けてきた中、善徳寺で高僧数の解明を結んだわけだけど、それも田楽狭間の一件でうやむやになってしまったしね。それはもう済んだ話だ。続けて。定石ではですよね。その言い分だと定石はなしか。健介様でしたらどうしましたか？悪くないね。駿河も不安定な時期だし、
それがひとときの儚い同盟だとしても結ばない手はない。でも他に理由があるとお考えなんですね。駿河の鬼がこちらに逃げてきたから文句を言いたいとかかい？駿府攻めでは甲斐と三河には十分な防衛線が張られていましたし、可能性としては高くありませんか？油断して鬼の侵入を許したために今頃になって頼ってきたのかもしれないよ。で、それらの可能性を排除した上で君が出した結論というのは？君らしいよ。こちらの考えも大体同じだけれど、都を立つ前に吾妻衆にも使いを出したから近いうちに詳しい話も届くだろうさ。何しろこれで生きてきたからね。それに手が早いというなら君だって似たようなものだろうに。とりあえず考えの方向が健介くんと大きくずれてないのが分かって収穫だよ。この後もしばらくは一緒に動くことになるだろうしね。おや、驚かないね。それを言うなら健介様が一番動くべきじゃない立場だと思うんですけど。健介くんにとっては何を今更という感じじゃないかな。把握してるのは自分じゃないよ、親方様さ。やれやれ、かなわないな。篠さんたちは播州でしたっけ？今孔明殿が苦戦するとは。となると先に小寺攻めかな。冗談としては趣味が悪かったね。すまない。とはいえ人手に関してはどうにでもなるんじゃないかな。君が手伝ってほしいと心情でささやけば力を貸してくれる子はいくらでもいると思うけど。だからそこでなんで私を見るの、ひふみちゃんは。そうですよね。さすが天下御免の人たらしだ。いただきました。いえ、自分はここが落ち着きますので。そうだよ。
なんなら自分たちは一時ほど席を外してこようか。結構です。やれやれ、欲のない子だな。なんでこっちまで見てるのよ、ひふみちゃん。健介くんは3人がかりでも構わないよね。ご主人様？ひふみち2人の反応が可愛すぎるのが悪いんだよ。文句なら2人に言ってほしいな。ですからそれは恐れ多いと。やれやれ、後も使えているようだし、退屈な話はここまでにしよう。付き合わせて悪かったね、健介くん。もっともだ。恋ももっと上手に床に注えるようにしつけておくよ。だからひふみちゃん、そういうのはいいんだってば。上の君も気になるなら声をかけておくれよ。